もうね夕日が沈むんですけれども、このねちっちゃなポールに今新型 Vlog カメラを置いてるんですけれども、かなりね汎用性が高いと思います。いやー久しぶりに晴れたね。それでは帰りたいと思います。スタジオで会いましょう。はい、今スタジオに帰ってきました。皆さんいかがでしたでしょうか。今ね冒頭から流れた映像は、全てこのコンパクトカメラで撮影した動画なんです。はい、びっくりするぐらい、綺麗だったと思うんですけれども、僕の動画キャリア4年間で初 DIY したカメラなんですね。はい。語弊がないようにね、最初に伝えておくんですけれども、カメラ本体を作ったわけではありません。カメラはね、ソニーさんの RX02、こちらを使用しているんですけれども、このカメラだけで Vlog するのは、結構ね、不十分だったので、追加で部品をね、調達して自分で作りました。はい。日本国内で、Vlogger といえば、私、大川祐介も多分そのジャンルには入っていると思うんですけれども、その大川祐介が今最もおすすめする、かつ最も使用している Vlog カメラがこちらなんですね。どのようにできているのかって気になる方が多いと思うので、どのように作っているのか皆さんにお伝えしたいと思っています。はい。じゃあまずね、早速作っていきましょう。はい。こんな感じになっております。今ね、部品全部見ていただければ、何これと思った方多分いると思うんですけれども、本当にこんな感じで細かな部品をたくさん集めて、それを一つのものにね、しました。はい。ではね、早速、一つずつ解説していこうと思うんですけれども、まずはね、メインのカメラ、これソニーさんの RX02 です。はい。これがね、僕これ3代目なんですけれども、壊しまくっちゃってね、このトルクドライバーの T5 もしくは T4 を使用してネジを外して、こんな感じでアダプターをつけるんですね。で、皆さんね、これ外してしまうと、防水機能、これアクションカメラなんですけれども、防水がね、使えなくなるので、僕一回それでやらかしました。なので皆さんお気をつけください。こんな感じで外しますと。で、外して、で、この RX02 の純正のこのアダプターを購入します。はい。こちらが、本当はね、このリングがついてなかったです。すいません。リング外して、このフィルターをつけます。こんな感じで売ってました。あと他のね、なんかそのフードとかもあったんですけれども、それはね、一旦省いております。で、これを取り付けるんですね。で、これどういう時に使うかっていうと、レンズを拡張したりとか、ND フィルターとかをつけたい方が、こんな感じでアダプターをつけて、レンズを取り付けたりするんですけれども、今回ね、僕はリコーさんのワイドコンバージョンレンズ DW5 というものを購入して、これを取り付けようとしました。はい。なんでかっていうと、RX02 でね、なんか撮るのも全然いいんですけれども、35mm 換算で 24mm なんですよ、焦点距離が。なので、こんな感じで自撮りをすると、顔がちょっと埋め尽くされちゃうんですよ。なので僕は Vlog で、撮影するときって僕がこのいる環境とか周りの景色とかをしっかり映したいので広角にしたかったんですね。なので、ワイドコンバージョンレンズを購入したんですけれども、これね本来は 30.5mm 系なんですよね。30.5mm 系のレンズってほぼほぼないんですね。ワイドコンバージョンレンズでも 30.5mm はないので、ここで何をしたかっていうと 30.5mm と、37mm のこのステップアップリングを購入しました。こちら健康さんですね。これを取り付けます。はい。取り付けて、37mm 系にしてから、この、リコーさんのワイドコンバージョンレンズを取り付けるわけですね。なんかサイズ感も他のねレンズだともっと大きかったんですけれども、これでもかなりキュートですよね。これだけで Vlog やるのも全然ありなんですけれども、やっぱりね、本来のこのカメラだけだと Vlog ってやっぱりその時の自分のメッセージをしっかりと皆さんに伝えなきゃいけないので、マイクを購入したんですね。こちらがオーディオテクニカの AT9901 というマイクになっております。ちょっとつけますね。これね、数々のね、YouTuber さんが本当にミニマイクとしてレビューしていたんですけれども、やっぱりそれを見て、やっぱりこの AT9911 が音質的にはいいと思ったので、こんな感じで追加させていただきました。で、取り付けてからこんな感じで回るので、
なんかこの上向きにしてもいいし、横向きにしてもいいし、本当に自分の好きな角度を調整することができるので、とてもいいと思いました。で、こんな感じでね、RX02 はバリアングルになるので、邪魔しないです。ただね、これだけだと、自分の手に持って Vlog をするだけなんですね。でやっぱり Vlog って2パターンあって、手持ちするパターンと KC 風ですね、三脚として置いて撮るパターンがあるんですね。なので僕はこの 2way で決まってるので、ここで購入したのがこちら、ジョビーのマイクロスタンドです。これが僕が知る限り三脚で最もコンパクトで、洗練されたデザイン。ジョビーさんさすがです。こんな感じでいろんな部品を集めて Vlog カメラ、大川祐介エディションみたいな形で作らせていただきました。まあね、個人的には今までで最も愛嬌のあるカメラになっているんですけれども、このコンパクトさね。で、実際に、使ってみた、感想として、良かったポイントを3つ、そして悪かったポイントを3つご紹介したいと思います。まず1つ目ですね。画質が圧倒的に綺麗なんです。1インチなので、色の情報量とか、ノイズとか、画力全てにおいて、他社製よりもね、僕は優れていると思っています。GoPro Hero 9 Black かのセンサーサイズよりも大きいので、1インチといえば Mavic 2 Pro もそうですね。なので全然綺麗です。ただ、GoPro の方が手ブレ補正力が優れているので、誰でも気軽に撮れるっていう観点で言うと、やっぱり、GoPro の方がいいし、人それぞれっていう感じです。で、2つ目、コンパクト。これがね、最もこの Vlog において、素晴らしいポイントだなというふうに思っています。で、小さいとね、なんて言うんだろう、本当に軽々撮れるっていうのと、なんか友達とかをこうやって映しても身構えないんですよ。ちっちゃなカメラって本当にそれが良くて、ありのままの友達の表情を撮れるっていうのが、もっと僕はいいポイントだと思いました。あとはね、本当にちっちゃなところにこんな感じで三脚として置けるっていう、そんな良さもあります。はい、次に3つ目です。バリアングルモニターですね。さすがソニーさんっていう感じなんですけれども、僕ね、横から出るモニターってあんま好きじゃなくて、上がいいんですよ。それは横だとね、ちょっと、モニターを見ていても目線がずれてしまったりとか、なんか上見ててもカメラ見てるような印象になるんですね。なので、すごくいいと思います。横はあんま好きじゃなくて、上向きに出るっていうのが、すごく大好きなポイントですね。で、次に、本当にね、写真もめちゃくちゃ綺麗でした。さすが1インチという感じなんですけれども、全然自撮りしても外撮っても、写真はすごく綺麗でした。次にね、デメリット。まず1つ目から。フォーカスが若干むずいです。一眼レフで、常に慣れていたからね、仕方ないんですけれども、とりあえず撮ったらフォーカス自動で合わせてくれるんですよね。ただ、ソニーの RX02 は、オートフォーカスできるんですけれども、収録をこうやって開始すると、フォーカスが合わせてくれないんですよ。なので、最初で撮った、この半押ししてオートフォーカスを合わせたら、そこからずらせないっていう距離を。っていうのがちょっと難しいので、慣れが必要ですね。で、2つ目、意外と手ブレが目立ちます。手ブレ補正効果はあるので常につけていたんですけれども、あんまり優秀じゃないです。自撮りしながら歩くと、こうやって結構ブレてしまうので、三脚スタイルか、歩かずにこうやって、こんな感じで、こんにちは、みたいな感じで撮るのが、良いと思います。で、3つ目です。高い。もうそれに限ります。めちゃくちゃ高いんですよ。出ました。約10万5千円します。全部 Amazon で買ったんですけれども。結構いい値段しますよね。Vlog カメラだけで10万円って、GoPro はね5万円ぐらいで買えるので、その倍のね、コストパフォーマンスがあるかって言われたら、ちょっと難しいんですけれども、誰よりもコンパクトで、かつ誰よりも綺麗に撮りたい方に向けて、すごくおすすめできる Vlog カメラなんじゃないかなというふうに思っています。あとね、作っていくのが楽しい。それだけです。で、あとね、もう一個ポイントなんですけれども、これ広角レンズすぐ取り外せるんですね。なので、あれ撮りたいんだけどちょっと遠すぎるっていう時には、こんな感じでレンズをすぐこう取り外せるんですね。で、手ブレ補正モードをオンにするとちょっとクロップされるんですね。なので、24mm、多分 28mm ぐらいになるのかな。で、広角つけて、これ何ミリなんだろう、ちょっと試してみます。5D Mark IV の 16-35mm のレンズと、このソニーのレンズの焦点距離ちょっと比較してみます。ドン。
これ見たらね、結構 Vlog 撮りたくなった方、多分多いと思うんですけれども、僕ね、数々のイベントで、Vlog をすごくね、おすすめしているんですけれども、Vlog ってやっぱりその自分の思い出が、本当に動画でね、残るので、より多くの人に始めてもらいたいという思いがね、強いんです。で、最初ね、作ったクリエイティブな Vlog よりも、本当に昔に、一番最初に作った Vlog が僕最も宝物になっていまして、Vlog って時が経てば経つほど価値が上がるんですね。なので僕はね、この自分の子供ができた時に、お父さんはね、20歳の時にこんな動画撮ったんだよ、こんな思いで仕事していたんだよっていうのを、子供にね、伝えて、いろんな意味で刺激をね、与えられたらなというふうに思っています。なのでね、皆さんも自分たちのね、思い出をたくさん Vlog に残してみてください。はい。皆さんね、今日はね、最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ皆さんの Vlog を見れることを楽しみにしております。それでは皆さん、さようなら。そういえばですね、大切なこと言い忘れてたんですけれども、今回僕の Vlog カメラで蹴られが発生してたと思うんですね。で、それをね、解消する方法が、これアダプターフィルターに、この、純正でついてるんですね、こういったレンズが。で、さっき僕 Vlog の時つけてなかったんですよ。ステップアップリングで直でワイドコンバージョンレンズつけてたんですけれども、ちょっとここに距離があると、蹴られが発生しないので、なんかシネマティックな表現では蹴られってすごく面白いと思うんですけれども、別に必要ないなっていう方は、このレンズをつけた上で、こういったステップアップリング、ワイドコンバージョンレンズをつけてみてください。そうすると、蹴られが発生しないので、自然なね、Vlog が撮ることできそうです。はい。そしてこれ 4K の30フレーム、24フレームしか撮れないので、4K だとスローモーションはできません。なので Vlog カメラには本当に適してるって感じですね。はい。邪魔しない。